ハーベスティー花だよ。本日は新宿の公園にやってまいりました。本当は新宿御苑に行こうと思ったんだけど、休園日でやってなかったからこっち側にしたよ。意外と距離離れてたんだよね。私は新宿って言ったらやっぱり歌舞伎町とか新大久保とかそっち側によく行くから、都庁側にはあんまり行かなかったの。だけどこっちの静かな雰囲気も好きだから、今日はここでみんなと一緒におしゃべりしようかなって思ってるよ。新宿のど真ん中にいます今。私は今日は髪を切りに行ってから人と会ってましたアバウトすぎ、このくるくるの髪くるくるしてもらったのだから、今日動画撮りたいなと思って動画回してみた。近くに白爪草があるの。私ちっちゃい時めちゃくちゃ白爪草をさ、いろいろやってて、花冠とか作りていいですか？てか四つ葉のクローバーあるかな、探していい？今一瞬。最近いろいろ考えてたんだけど、私ってめちゃくちゃ言語化しようとするなって思った。待って、なんかめっちゃ汚れてる。なんで？ちょっとトレンチコート引こう。今ね、地べたにそのまま座ってんだよね。ちょっとコートをレジャーシート代わりにして座らせていただきます。最近私が感じたことは、私って物事を全部言葉にして文字に起こして処理しようとするなって思ったの。思ったこととか感じたことってみんなあると思うの。なんかさ、 SNS 見てたら映画の評論家とかドラマの評論家とかすごい文章が上手い人いるじゃん。それはやっぱ SNS でいろんな人が自分で発信しやすくなったから見えるようになったのかなと思うのね。なんかいろいろ映画とか見てても本とか読んでてもなんか分析しだすようになっちゃって、私が。でそれがちょっと疲れてきたなっていうふうに思って、みんなどうかなと思って話してみた。学ぼうとしたり吸収しようとする意欲はすごくいいと思うけど、文化をなんか 100% 楽しめなくなってるなって思って、ちょっと一回肩の荷下ろしましょうって思った。そもそもさ、 SNS って他人に自分は何者かっていうのを見せるための場所じゃない？自分で投稿する場合は。でも別に見せたくないものは見せなくていいし、話したくないことは話さなくていいし、伝えたいことだけ伝えればいいし、この映画はこうでこうだったので私はこう思いましたってみんなに言う必要がないっていうか、別に好きな人はいいんだけどね。今の現代社会ではどうしても自分が何者かっていうことを人に証明したくなるじゃん。私は特にSNS を仕事としている部分があるから、 SNS を仕事にしてない方よりはもっともっと証明しなきゃっていう気持ちが強いと思うし、私がこうやってインフルエンサーの活動をしてなかった時でさえも自分はこう見られたいからこういう投稿をしたいし、だって正直さ、読書感想文っていうか、本読んでなんか感想書いてる人たくさんいるじゃん。私あれマジですごいなって思う。本読むの大好きだし今も読んでる前の動画でも紹介したんだけど、林真理子大先生のみんなの秘密っていうありえないぐらいドロドロしたお話ですね。これはドロドロ恋愛みたいな、いろいろ面白い本なんだけど、それを置いといて、私が本を読むのが好きな理由って何か学べるからっていうよりは、自分とは違う別の世界に入れるから好きなの。だからどっちかっていうと私は小説が大好きで、自己啓発本とか学ぶ本もたくさんあるけど、それよりかは物語が好きなの。だから読んでる時に学ぶこともたくさんあるし、こういう人生なんだって思うこともあるけど、勉強として読んでない、ただただ文化として読んでるっていう感じだから、ふわっと感じることはある。だけどそれを言語化しようってなったら結構どう思ってるんだろうって考えちゃったりする。思ったことを前まではどうなんだろうってたくさん分析して紙にも書いたりしてたけど、別にそこまでそれする必要ないなって思ったの。自分に私0100の考えがまだ残っていて、もうこれはどういう気持ちなんだ、私はなんでこれを考えてるんだってぐるぐる考えてたけど、別に言語化する必要はないです、みんな今どういう気持ちを抱えてるかわからないけど、その気持ちはその気持ちのままでいいの、これは私は悲しいからこう思ってるんだとか悔しいからこう思ってるんだってたまに時と場合にはよるけど、全部が全部悲しい 100% 悲しいに当てはまらないし 100% 苦しいにも当てはまるわけじゃないから、思ったことをそのままにしておくのってすごく大切なことだなって思った。
グレーゾーンのままにしておくのって大事だなって思った。まあグレーっていうかモザイクみたいな感じ、イエスとノーのモザイクみたいな感じだから、イエスでもないしノーでもないみたいな感じなの。これね、言ってる意味ニュアンス伝わってほしい。感じたことを感じたままにしておくっていうのをね、練習してる最近。絵の具の色ってさ、カラフルな色たくさんあるけど、あれ全部混ぜたら結局黒になっちゃうので、黒にしておくのもったいないなと思って。グラデーションってすごく綺麗じゃない？だから赤とピンクをちょっと混ぜたその色そのままでいいみたいな。だからね、うまく言葉にする必要もないし、誰かに伝える必要もないの。わ自分の中でふわっと何か感じてるものがあれば、それをそのままにしておくって話。だからみんな映画とか音楽とか本とかいろいろ文化を受け取るじゃないですか。その時になんか感想言えない？全然いい。それでいい。てか私も言えないから。読書感想文書ける人マジすごいから。私この本の読書感想文を書くってなったら、もう1ページずつ1回読んで、はい、また書いて、読んで、なんか後ろのあれとか見たりしてみたいな感じになっちゃうもん。なんかすごいなって思う。それは普通に特技の人。もやもやしたまま心の中に留めておくことも一つ大事なことなんではないでしょうかということを私は最近学びましたので、皆様にお伝えします。はい。鳥がいる。めちゃくちゃいるな。あれ、そろそろ寒いからちょっと歩くね。今日の服が死ぬほど可愛いから見てほしい。見て、これは古着屋さんで購入しました。これ新宿なんだけど、めちゃくちゃ自然たくさん。ほら、もうすぐ6時だし、そろそろ移動します。ここは新宿区環境学習情報センター兼クミンギャラリーですが、今日休館日らしい。だから堂々と撮ってます見て、謎のキャラクターもいる今の世の中は説明することや示すことを求められすぎて、何かを感じた時にそれを言葉にしなければいけないような圧を感じてたの。今は SNS が当たり前にあるから、何かを伝える時にも誰かに見せるっていうことが前提になりすぎて、なんか演出が入るよね。全てのお話にドラマを作ってしまうというか、なんか客観的視点が入っちゃって、本来の感じるというところがどこか後回しになってたなって思う。言葉にしないとダメっていう空気感とか、エモく見せないとなんか伝わらないとか、バズらなきゃいけないとか、そういう空気に疲れていたのかもしれない。もっと素朴でくだらないことをそのまま話してもいいし、もう人生なんてさ、起承転結毎回あるわけじゃないじゃん。私なんて今日起きてなんかご飯食べて寝る、そんな感じだったもんもっと本能的な衝動や素直さに従いたいし、言葉にしなくても感じたいっていう風に思ったよ。みんないろいろあると思うけど、もっと素直になんか原始的に生きようって思った今日は朝から編集したり、もう信じられない量のメールを返したりしていて、今外出ました。すごい雨です。はい。みんなもう6月だって。1年早いね。もう時間経つのが早すぎて。みんな梅雨は好き？私は今まで秋が好きだったの。秋のファッションとか色味とか食べ物とかが好きだったんだけど、今5月を終えて5月一番好きかもって思っちゃった。天気が暖かくなり始めてる感じがすごい心が高揚するというか、ハッピーな気持ちになるから5月結構良かった。しかも緑が生い茂り始めてるじゃん。緑って大好きだし、木も大好きだし、葉っぱも好きだからすごい気分良かった。皆さんご存知かどうか分かりませんが、私は古本屋がすごく好きなの。古本屋はランダムな出会いがあって、なんかいろいろ置いてある感じとかごちゃごちゃした感じがすっごく安心して大好きなのね。ここは代々木上原あたりにある古本屋なんだけど、カルチャー本とかファッションの雑誌がたくさんあって好き。店内はそんなに広くないんだけど、インスピレーションがたくさんあって、なんか長居しちゃうんだよね。神保町のマグニフが好きな人は絶対好きだと思う。私は渋谷の周りが好きで、特に恵比寿とか代官山とかが好きなんだけど、ここ代々木上原は渋谷の近くなんだけど、地域密着って感じですごく生活を感じました。人の生活を感じる街が大好き。私
の日はお仕事も兼ねてちょっと大阪に行ってきたよ。ちょっとって言っても結構新幹線とか大変だったの。私は気軽に行けるもんだと思って行ったんだけど、意外と新幹線すごく人が並んでいて、あ、こんな感じなんだって思った。見て、大阪駅に着いた瞬間551見つけたんだけど、もう今大阪着いたけど、大阪着いた感じが全然しない。同じ国でも関東と関西でやっぱり場所が違うとちょっと空気感変わるよね。店員さんが関西弁でナチュラルに話していて、本物だって興奮しちゃったし、電車の色も全く違くてちょっと異世界の気分になる。現在私大阪にいます。私今日の朝起きた時にもうまだ決めてなくてどうしようと思ってたんだけど、大阪行く機会もないし行ってみようかなと思って今日パンと決めてきちゃいました。もうさ、私高校生の頃とか絶対もう今日決めて今日行くなんてことやってなかったけど、20歳になってから当日決めて当日行動するみたいな旅をよくしてます今は梅田駅の近くのグラングリーン大阪っていうところに行って、すっごい芝生が綺麗なの。見てほしい。あんま見えないかここからだと。もう16時なんです。15時半なんだけど、15時半で帰りの新幹線は20時半ぐらいなの。だから4時間ぐらいしかないんだけど、4時間で大阪を楽しみたいと思いますこの日は4時間ってもうほんと時間なかったからずっと歩いてた。私散歩するのがすっごい好きなの。特にここ異世界じゃん。もう東京と比べてもう全然街並み違うし、海外もそうだけど旅行先で散歩するのがすっごい好きなの。何の変哲もないビルとか看板とか、いつもよく見てる光景でも旅先になると何か特別な気持ちになる。こういう街でやってる謎の婦人服屋みたいなやつ大好き。ここの壁もすごかった。なんか前は何なんだろう、鬼竜みたいなやつちょっとわかんないけどよかった。こんな感じでいろいろ見たりした。みんな休めてる？散歩してね。朝の散歩とかにいいと思う。私最近は太陽も直接浴びてます。太陽浴びれば大体起きるからじゃあご飯食べてしっかり寝てね。バイバイ。ここをね、クロスするの。できるはずなんだけど、ちょっとやってみる。できてんのかな。